小学校から中学校まで仲の良かった友人 Y ちゃんのお話です。私と Y ちゃんは小学校に入った時に知り合いました。Y ちゃんと Y ちゃんのお母さんは友達を自宅に招いて誕生日パーティーなどを開くタイプのご家族で、よく友人同士で集まって Y ちゃんの家で遊んでいました。Y ちゃんの家で遊ぶ時には一つルールがありました。それは家に上がるときに必ず靴下を脱いで上がるということでした。Y ちゃんのお母さんはとても綺麗好きな人で、家の掃除を欠かさない方でした。床が汚れることを嫌い、玄関で必ず靴下を脱ぐように言われていたんですが、サンダルなど素足の時はそのまま裸足で上がっていたので、それは少し不思議でした。それからよく Y ちゃんの家でテレビゲームを遊ばせてもらっていたのですが、Y ちゃんの家ではゲームを遊ぶ条件として家の掃除が義務付けられていました。なので私たちと一緒にゲームを遊ぶ際、Y ちゃんはお母さんのところへ行って、これから1時間ゲームをするので、後で1時間トイレ掃除をします。など、時間やその時々に応じた掃除を約束していました。そういったことがあって、Y ちゃんのお母さんはとっても綺麗好きな人なんだなってみんな思っていました。その後、小学校の高学年に上がった頃から、だんだん Y ちゃんは友人を家に招かなくなってたんです。外で遊ぶことはよくあったのですが、以前のように Y ちゃんの家でパーティーをするなど、そういったことはなくなっていました。それから中学校に上がって、1年生の頃は家の方向が同じということもあり、Y ちゃんと私は一緒によく登下校をしていました。クラスが離れたこともあって、お互いの部活や学校での友人グループも別々にできていたので、登下校以外ではほとんど話さなくなっていたんですが、Y ちゃんは中学校の友人を昔みたいに家に呼んだりはしていないようでした。そんなある日、一緒に学校から帰っている時のことです。その日の Y ちゃんは落ち込んでいるような暗い雰囲気で、一緒に歩いていても会話がほとんど続かない状態でした。不意に Y ちゃんが言いました。さよりちゃんってさ、うちのお母さんのこと覚えてる？もちろん覚えてるよ。うちのお母さん、潔癖症みたいだなって思わなかった？え？まあ、綺麗好きな人だなとは思ってたけど、そこまでは。実際、Y ちゃんのお母さんは綺麗好きでしたが、別に手袋をしているとか、汚れ仕事を嫌がっているというふうには見えなかったので、潔癖症だと思ったことはありませんでした。お母さん、昔はああじゃなかったんだよ。私が小学校に上がった頃から、だんだん掃除ばっかりするようになったんだよね。え、そうだったんだ。年々ひどくなってきて、あまりにも掃除ばっかりするから、人を家に呼べなくなっちゃって、夜に物音がして目が覚めたの。なんだろうって思って廊下に出たら、1階から物音がするんだけど、家の電気は消えたまんまで、怖かったんだけど、階段の上から下を覗いたんだ。そしたら、お母さんが明かりもつけずにずっと廊下を雑巾で拭いてたの。だんだん目が慣れてきて、お母さんの顔が見えてきたんだけど、怒ったような必死の形相で一心不乱に廊下を磨いてた。でも、朝になったらいつものお母さんで、夜のことも怖くて聞けなくて、Y ちゃんは泣きながら話していました。うちのお母さん、狐がついてるんだって。潔癖症かなって思ってたんだけど、いろいろ病院とかにも相談しても無理で、今週末にお祓いに行くことになったんだ。でも、こんなこと誰にも話せなくて、
うちのお母さんのことを知ってて、今も仲がいいのはさよりちゃんだけだから、聞いてほしくて。Y ちゃんのご両親は、とても教育熱心で堅実な方々で、Y ちゃん自身も常識や通例から外れるようなことをとても嫌がるタイプの子でした。だからこそ、お母さんが狐に疲れているかもしれないという話を誰にも言えなかったんだと思います。結局、その後 Y ちゃんからこの話題が出ることはありませんでした。私からその後どうなったのと聞くのもためらわれたので、話を出すこともなく、そのまま Y ちゃんとは疎遠になり、今ではもう連絡先もわかりません。